あの、今、その腰の位置を上げるとか、キックの打ち方の、キックの役割のところ出てきたと思うんですけど、その、2ビートのクロール、6ビートのクロールで、6ビートの方がやっぱりそうなると腰の位置上がるんですか、角川先生。先ほど紹介した研究では、1センチから3センチくらいは平均して腰の位置は高くなるんですけど、1センチから3センチ。はい、なので、体を、ただ、泳いでる時というのは、こうやって結構腰が大きく上下して、交互に上下しているので、その平均値を取るとっていうことなんですけど、3センチって言うとかなり変わる感じがするんですけど。ただ、全身がどれだけ水没してるかっていうのがちょっとわからないので。確かにそれもありますね。あとは、体は多少姿勢がポジションは高くなるかもしれないですけど、キック打つことで増える抵抗もあるので、その姿勢が1センチとか3センチ高くなることで減る抵抗と、バタ足で増える抵抗ってどっちが大きいかっていうのははっきりわからない。そうそう。ただ高くするっていう役割はあると思います。キック打たずに泳ぐのが難しいっていうように。研究の時に、その6ビートの時に足が出る人とか、どれぐらいいたんですか？足が出るっていうのは水上に出たりする人。みんな水中で打ったんですか？そこは指定はしていないですね。足の分析、結局その水上に出たり、水上と水中を行ったり来たりして水しぶきがすごいので、結局分析できなかったり、カメラで撮れない、あとセンサーつけても蹴ってしまったり、水の衝撃ですぐ壊れてしまうので、できないっていうのがあって、やってないんですけど、だからほとんどの選手は全力で泳いだ場合、多少は水面から出てると思います。なるほど。あとその研究で2ビートと6ビートの時のなんか動作の違いとかってありましたか？キックの動作の違い。なんか僕2ビートのキックやろうとしたりすると結構その蹴り込みすぎちゃってその足が下に沈んでっちゃうような動作になりがちなんですけど、その研究の時にその動作の違いとかって見てますか？動作の違いというか、そもそも2ビートと6ビートで動作が違うんですけど、はい、やっぱり泳ぐスピードによってかなり違っていて、ゆっくり泳ぐときに6ビート打ったり、速く泳ぐときに2ビートにしたりすると、この体のこういう左右の揺れとか上下動がすごい大きくなったり、なんか不自然な感じにはなるので、低速度に適したキック動作っていうのはあると思います。だからその不自然な、たとえ2ビートの方が抵抗少ないからって言ってずっと2ビートで泳いでたら逆におかしくなるっていうのも十分あるのかなっていう。そこはそんなに細かくは見てないですけど、実験した時の指定した時になかなかうまくできないっていう声はやっぱり被験者から聞いたので、じゃあそのやっぱ2ビートと6ビートの間でなんか行き地みたいのがあるってことですかね、もしかしたら。はい。そうですかね。全身に働く抵抗力が 1.3 メートル毎秒を超えると大きくなるっていう研究結果が、成田君とか僕の研究結果だと出てるんで、そこあたりからちょっとキックの使い方が変わってくるかなっていうのは感じてます。あとは、それ以下の時に、遅い速度の時に6ビートキックをしたとしても、動かしてるだけでしっかり蹴ってないとか、多分あるので。ありがとうございます。細かく見れば。金子くん？はい。武田くん2ビートずっと練習してるけど、6ビートの50のスプリントとかの時って、どんなバタ足になるか覚えてるというか見たことある？ですね。多少はなんか水面から足が出てたような気がするんですよね、6ビートにしたときは。バシャバシャしてる感じじゃないんですけれども。
まあ、多分もしかしたら武田君の場合もその6ビートにすることによってさらになんかボディポジションが高くなって水面から足出ちゃうのかなとか思うんですけど、水しぶきはどうかな。あんまり覚えてないか。だからちょっとなんか立ってる感じするんですよね。おー6ビートの時は。2ビートの時は全くないんですけど、キックの回数増やすと、ちょっとなんか水面から足が出てたりとか、あとリオの選考会の時のなんか4B、武田が4ビートやってた時の映像とか見ると、結構呼吸した時のキックは水面から足が出て、バシャバシャってなってたりはしましたね。なるほど。はい。なんか足首の柔らかさとかでこう、水しぶき出る出ないみたいなのも変わるんですかね。どうなんですかね。水しぶきと足の柔らかさ。そこには直接関係なさそうじゃないですか、角川さん。まあ、水しぶきがどこから出てるかにもよると思うんですけど、柔軟性と水しぶきはちょっとわからないですね。まあ、柔らかい方が推進力は多くなると思うんですけど。バタ足、ボードキックの足首の柔軟性との関連は認められてますか？そういう研究ありましたっけ？はい。テーピングして、足首を固定して、テーピングで固定してっていう研究はあるんですけど、ただそれはもう明らかにテーピングしない方が、まあ、早くは泳げると思うんですけど、そうじゃなくて、なんか、ドルフィンキックとバタ足の違いで考えると、バタ足っていうのは、下肢だけでうねらせなければいけないっていうのがあるので、まあ、ある程度柔軟性が高くないと、高くなければいけないっていうことではないんですけど、柔軟性高い方が、まあ、簡単に言えばいいキックが打てるんじゃないかとは思います。ドルフィンキックは、全身をうねらせて泳ぐことができるので、多少足首の柔軟性がなくても、まあ、補えるとは思うんですが、私は補える部分がドルフィンキックよりは狭くなると思うので。ちょっといいですか？はい、先ほどの話で、武田君から連絡が来て、6ビートの時は足出てるそうです。で、しかも、それも、出ちゃうんじゃなくて、わざと出してるらしくて。そうなんだ。で、やっぱり6ビートで打ってしまうと、やっぱ水の中で6ビートを細かくずっと打ち続けるには、ちょっと重すぎて、水が重すぎて無理っていうことなので、そういうスプリントの時の6ビートの時は、あえて足を水面から出すっていう風に変えているらしいです。ありがとうございます。そこまで感じてるってことだよね、足でそうですね。それすごいね。だから先行で2ビートでしっかりバランス取れてる。はい。さっきの山崎さんの質問に対してなんですけど、僕がいくつかキックの論文で見てるのは、柔軟性と関連性がある、ボードキックに関してはあるっていうのは出てるかなっていうふうに思います。全部が全部じゃなかったと思うんですけど、出てる研究はいくつかあるかな。で、あと、ドルフィンキックの研究なんですけど、柔軟性が高い方が、別に蹴り幅を小さくできる。して、後方に水を押し出せるっていうようなところと、利点があるっていう研究が出てるので、そういう効果があるのかなっていうのは思いますね。柔らかい方が、蹴り幅小さくて、小さい幅で後方に水を押し出せるっていうような研究結果は出てるかなっていうふうに思います。それともしかしたら、水しぶきが上がるようなキックとそうじゃないキックっていうのが関連性もあるのかなってちょっと話聞いてて思いました。はい、僕も圭介さんと同じ感じを考えましたね。やっぱり柔らかい方が多分幅が狭くて済むと思うので、推進力に対して。なので、多分そんなにズボズボなんていうんですかね、音で表すとあんまりバチャバチャしない感じですかね。
で硬い人ほど多分蹴り幅が大きくなるんで、バチンバチンっていう、ちょっと高い音なのかなっていうのは現場のコーチングしてる中で音聞いてると思うなっていうのはありました。特に僕は初心者指導とかするときに、はい、この音の違いっていうのは結構顕著に感じます。結構最初わかんないとき、あとバタ足、なんか結構思うんですよ。バタ足って名前良くないなってよく思ってて。なんか、バタ足、英語だとフラッターキックとかって言うんですけど、バタ足って言うとなんかすごいバタバタさせるっていうか、バチャバチャされるっていうか、なんかそういうイメージあるんで、なんかバタ足ってどうなんだろうっていうのは、名前が、なんかみんなバタ足っていう名前からなんかバタ足入ってる気がします。もうちょっとじゃあ高い音がいいってことですか？オノマトペ的に。バチャバチャっていうのもモフモフ。モフモフ。モフモフ、ボコボコ、そんな感じですね。そういうキックで、その武田君の言ってるような、しっかり水を蹴れる、足でしっかり水を蹴れてると、なんか体が安定して、初心者でずっとなんか泳ぐのが難しかった人が、なんかキックで安定して、スーッと泳げるようになるとかって結構何回も経験してるので、初心者指導でもいいのかななんていうふうに思います。なるほど。ありがとうございます。じゃあ、ちょっとここで、チョナさん、なんか質問